チャンネル、ファントゥーライド。京都へツーリングしようと旅の計画を立て始めた。とりあえず感覚をつかむために比較。関西への移動はフェリー利用が時間、費用、体力的に合理的。京都での目的地は渡月橋、竹林の小道、金閣寺、東寺、五重塔、伏見稲荷、花見小路、東山寺正寺、銀閣寺。神戸でフェリー下船の午前8時30分から京都まで走って1日で回れるのか。いや実はその前にどうせならと奈良、東大寺に寄ることにした。そして京都観光の翌日には岐阜でバンジージャンプを計画。日本一の215メートルバンジーはどんなものなのかは岐阜編で。太宰府インターチェンジから高速に乗ります。土曜日の今日の阪急フェリーの出港は20時。乗り込みの時間があるので1時間前までに到着しないといけない。去年乗った時は平日だったので出港時間は18時30分でした。福岡市の自宅から出港する新門司港までおよそ 85km、 約75分。昼頃まで雨が降っていましたが17時現在はこの空模様。十分な余裕を持っての出発です。ただ今回はいろいろと想定外でした。フェリー予約時、今までになく席がいっぱいでした。天気を気にしていつも予約をギリギリに入れるんですよ。今まではそれで OK でしたが今回は個室が取れずスタンダード洋室です。帰りもバンジーを割って間に合うかわからなかったので20日の当日予約を取ろうかと思っていたら19日にはすでに満席になっていました。つまりバンジーを割って岐阜から自走で帰るしかないということです。バンジーの予約は11時30分、終了はそれから2時間ぐらい見といてくれとのこと。距離は約 830km、 ノンストップで10時間超え。食事や休憩を入れれば帰宅はてっぺん越え確定です。いっそもう1泊の選択肢は21日の雨予報で消えました。誘導に従い駐車スペースにバイクを止めたら乗船手続きです。今夜乗船するフェリーヤマトと個性的なデザインのターミナルビル。早めに着いたにもかかわらず続々集まる乗客。やっと手続きが終わると日が落ちていた。ターミナルの4階が待合室兼一般の乗船口。人が少ないなと思ったけど多分乗船時間まで車で待機しているんでしょう。出港予定の30分前になってやっと乗船開始。部屋へ行きます。3階から乗船フロアの5階へ。
教室は6階。上下2段の下段が龍神くん、上段は空きでした。荷物を置いてまずは夕食に行きます。レストランは同じ6階のフロア。早めに来たつもりがすでに行列です。そういえば昔祖母はこんな形式の食堂をやってました。こんなレーンがあるシステムではなく、客が冷蔵ケースからセルフで取っていくスタイル。龍神くんが小学生の頃です。いつもポテトサラダを食べに行ってました。豆腐チゲ鍋を注文しました。出来たてを席まで持ってきてくれるそうです。セルフのお冷やをついで戻ると料理が届いていました。いただきます。食事の後部屋に戻りましたが、20時を過ぎてもまだ出港しません。乗客が多くて時間がかかっていると放送で案内がありました。20分ぐらい遅れての出港になりました。神戸六甲アイランドまで約10時間半の船旅。部屋に戻って寝ます。おやすみなさい。おいおい勘弁してくれ。この照明、夜中に何度か勝手について目が覚めた。なんか変な操作でもしたかな。すがすがしい朝だけど、しっかり眠れんかった。朝食は温かいそばをいただきました。着岸は予定より15分遅れ。下船準備です。8時53分、下船となりました。ここ神戸六甲アイランドから奈良東大寺へ向かって出発です。阪神高速を使い 60km ちょっとの距離を移動します。青空のこの景色と朝の潮風、気分爽快。
そ長い阪奈トンネル 5580 メートル。奈良市川へ出ました。ここから一般道です。駐輪場所が分からずちょっと迷ってしまいました。東大寺に到着です。交通誘導員の方に駐輪場所を教えていただきました。10時25分東大寺大仏殿へ向かいます。正面は氷室神社。外国の観光客の方が多数。感染拡大が収束し、観光拡大といったところか。小さな子供の頃に一度来たような気がするけど、気のせいかもしれない。おぼろげな記憶の片隅に大仏様を肉眼で見た覚えがあるような。これ見て思った。あ、初見だ。中に入りたかったけど行列だ。残念だが時間がない。次に行くとしよう。そしてここもいつかまた来よう。駐輪場のある奈良国立博物館まで戻りました。時刻はちょうど11時。これから京都に移動です。その京都では驚きの光景がは次の動画で。チャンネルファントゥーライド。